こんにちは。今回は歯の神経を取る専門用語で根管治療という治療法について説明します。上のステージの表で言うとステージ3ですね。長持ちしにくいと書いてあります。実際神経を取った歯の半数以上は歯の中に細菌が繁殖し、10年以内にこのように周囲の頭蓋骨を溶かしてきます。抜歯、あるいはそれに近い状態です。つまり、歯の神経を取ったら、10年後には半数以上の歯が抜歯の危機になっているということになります。なぜそうなるのか、そして、たとえ神経を取っても抜歯になりにくくするにはどうしたらよいのかを説明していきます。また、ステージの表の4にも精密根管治療と書いてありますが、2回目以降の根幹治療は難易度がかなり上がり、治りにくくなりますので、ステージ3の初めて最初に神経を取る時の治療のクオリティがとても大事になります。抜歯と呼ばれた時でなく、神経を取る時にお金をかけてしっかり治してもらってください。自費治療には大きく分けて2種類あります。一つはセラミックやジルコニアなど材料を買う自費治療。もう一つは歯を長持ちさせる精密な自費治療です。できれば両方、金銭的にどちらか一つしか選べないのであれば、健康のために歯を長持ちさせるための自費治療を優先していただきたいと考えています。私の YouTube は患者様がなるべくご自身の価値観に合った選択ができるように、知識を持ってもらいたいという思いで作成しています。よって専門的で分かりにくい点も多いかと思いますが、繰り返し分かるまで視聴してください。価値観に合った選択に近づくはずです。ステージの表に関しては、あなたの歯は今どのステージという動画がアップしてあり、概要欄にも貼ってありますのでご覧ください。まず、歯の構造ですが、歯の内部には、ここでいう黒で示された空間があり、歯の先端には穴が開いており、その穴から神経と血管が入り込んでいるというのが歯の構造になります。虫歯菌がその空間まで到達すると、内部の神経を壊死させ、歯の周囲の頭蓋骨を溶かしていきます。CT で見ると、歯の根の周囲の頭蓋骨が溶けているのが確認できます。抜歯の危機です。虫歯治療は細菌の感染、つまり細菌除去治療です。1回目の神経を取るとき、根幹治療、根っこの治療の質が良くて、自分の歯と被せ物の適合度、精度がいいと、10年以内に抜歯の危機になる可能性が 8.6%。どちらも良くないと、10年後の抜歯の危機が 81.3% になるということを示唆した論文があります。私は常に赤のどちらも良い治療を目指しています。赤が当院の自費治療になります。保険も自費も双方やりたいことは一緒なのですが、違いはその実現性にあります。自費治療の場合、まず最初に CT を取り、治療計画を立て、どういう状態か、どういう戦略で、治療していくかということを計画していきます。そして、感染した細菌を取る治療なので、唾液などから細菌が入ってこないように、動画でいうこの緑のゴムシート、ラバーダムというゴムを設置し、対象の歯だけを隔離した状態で小さな手術室のような環境を作ります。その上で歯の内部は肉眼では全く見えないので、マイクロスコープという顕微鏡を常に見ながら、また顕微鏡用に作られたこのとても小さな器具を用いて細菌を根気強く除去していきます。通常90分程度かかります。その後、様々な保険治療対象外の薬液で洗浄を繰り返して内部の殺菌を行います。人間は無菌ではないので、空間があるとそこにまた細菌が繁殖してきます。空間がなければ細菌は繁殖しないため、空間をその時、私が適切だと考えた材料でなるべく隙間がないように埋めていきます。密閉性や殺菌性、変色等の理由から多くの場合、保険治療対象外の薬剤を
選択していきます。その後、これも今後再度細菌の侵入を防ぐために、予防のために歯と被せ物の精度の良い、この隙間が少ない被せ物をして終了となります。しっかり目的を遂行できれば、このように頭蓋骨が取れて、抜歯と言われた歯を保存でき、溶けてしまった頭蓋骨も修復されています。一方、保険治療では基本的に無菌環境下での治療はしていません。動画のように唾液の中で根を洗う治療をしています。誰が考えても細菌いっぱいの唾液や血液の中で無菌治療ができるわけがありません。さらに洗浄後に空間を隙間なく埋めていくことが困難です。その空間を利用して再度細菌が繁殖し始めるのです。次に被せ物を入れます。先ほどもお伝えしたように歯を長く持たせるためのポイントの一つに、詰め物や被せ物と自分の歯の間に隙間をなるべく作らないこと、精度が上げられます。動画を見てください。このように金属と歯の間に大きな隙間があります。この中が虫歯になっています。そうですね。保険治療は大量生産のため、この段差や隙間が大きくなることが多いのです。すると、そこからこのように細菌が侵入してきます。つまり、細菌が除去しきれてない上に段差や隙間も多い。保険治療の歯が生存率が低い理由です。実施治療の中にも、この動画のように、ここはセラミックですけれども、見た目は良くてもですね、実際問題がないと思いがちでも、実際はこのように適合度が悪く、詰め物と歯の間に赤線のように大きな隙間ができてしまっているものもあります。このように実施治療の中には、精度は保険と変わらないものもあります。冒頭で申し上げましたが、実施治療には大きく分けて2種類あります。一つはセラミックやジルコニアなど材料を買う実施治療。もう一つは歯を長持ちさせるための精密な実施治療です。私の治療ではできれば両方、金銭的にどちらか一つしか選べないのであれば、健康のために歯を長持ちさせるための精密な実施治療を優先していただきたいと考えています。詰め物や被せ物では見た目より大事なのは適合の良さ、隙間の少なさだと考えています。その後、被せ物と歯の精度を上げるため、マイクロスコープ波で丁寧にバーで形作りした後、さらにこの辺縁、際の部分を超音波で表面をなだらかにし、精度の向上を図ります。その後、型を取り、技工士さんに歯を作ってもらいます。精度と見た目にこだわる職人の技術を持った実施治療専門の技工士さんに歯を作ってもらいます。すると、ここですね。被せ物入れるときですが、なるべく段差の少ない、見た目の綺麗な被せ物が入ります。時間をかけ、段差の少ない形作りの技術がある歯科医師と、職人の技術を持った実施治療専門の技工士さん、この仕事が合わさり、初めて精度の良い被せ物が実現します。精度、適合度の良い被せ物をするのは、実はとても難しいのです。このように、歯の先端が黒く膿ができていて、抜歯と言われた歯でも、マイクロスコープを用い、細菌が入ってこない環境下で、根幹治療をきちっと行うと、このように先端が2つに枝分かれした根幹にも対応できることがあり、溶けた骨が再生し、歯を保存できることがあります。CT 撮影やマイクロスコープ用の専用器具やラバーダブの使用は、実は治療準備の最低限です。実際は担当医の知識、技術に結果が大きく左右されるのは言うまでもありません。今回はステージ3の神経を取る根幹治療について説明しました。治療回数は根幹治療自体は2回で終わることが多く、被せ物までだとトータルで3回で終わることが多いです。金額は根幹治療自体が18万から25万程度。その後、歯が折れにくくなる補強やシリコニア、セラミックなど白い被せ物まで含めると40万から奥歯だと60万程度になることが多いです。人生を豊かに暮らすために、セラミックなどの材料だけでない
歯を長持ちさせるための実施治療をお勧めします。では、歯科の追求。